1月1日の夜に見るのを皆さん初夢だと思ってるじゃないですか。違うんですよ。です。新年明けましておめでとうございます。2024年も春チャンネルよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、始まりました。明けましたね。明けました。なんかすごい神々しい。これは春流の門松の春でございます。はい。しっとりんでね、しっとりと。そうそうね。親父ギャグをいただきました。笑う門には行きたいということでね。しっとり、しっとりと、しつこいね。三が日どう皆さんお過ごしですかね、これからね。どんな風に過ごしていくのか。ね、それで私は今日ね、わざわざ1日に配信をしてるというのはね、三が日の過ごし方。これで決まる。1年の計は元旦にありって、もうこれ死後かなありますよね。わかる？はい、わかります。ああ、わかりますか。大丈夫です。はい、この1日をどんな風に過ごすかによって変わるんですね。1月1日の夜に見るのを皆さん初夢だと思ってるじゃないですか。はい。ああ、はい。違うんですよ。1月2日です。3日じゃないんだ、2日。1月2日の夜が3日です。3日の朝になった時に、あ、こんな夢見たっていうのが初夢ですよ、皆さん。あ、そうなんだ。なんで元旦じゃないの？これはね、諸説いくつかあるんですけども、この初夢について僕ちょっと調べたんですよ。諸説あるんですが、海外で言われているのは、まあ、1日を引いて、1日を引いて2日目から年始と見るっていう。霊界の見方で見ると、そういう見方の考え方多いです。で実際僕自身も自分のアドバイザーに聞いたら、まあ2日の夜だねっていうふうに言ってました。不思議だね。不思議だね。ただ、まあスピリチュアルがね、好きな人はやっぱ見てると思いますのでね、スピリチュアル的な部分で言うと1月2日の夜。ですから今日まだ皆さん間に合いますよ。間に合うというとぜひいい夢を見ていただきたい。どうやっていい夢見ればいいのかしら。いい夢を見ると思って寝るんですよ。ずっと寝れなそうじゃない？見るぞって朝になってそうだよね。じゃあ具体的に言いますか？実は1月2日の夜寝た時に、後ろにいる背後霊団と今年の1年の計画をするんです。だから、まあ、どんな風な1年を過ごそうかとか、どんな風にしていこうかっていう風な話し合いが全ての人の間で行われます。これはもうみんな等しく？はい、等しくです。ですから、分かっていただきたいのは、今夜打ち合わせをする。だから自分の希望も伝える。で、向こうの希望も聞く。で、今年のテーマも決めてる。そんな時間だと思って夢を見ていただければ、悪い夢は見ないと思います。確かに。これ初夢の見方。そうだね。いつもなんとなくね、いい夢が見れるといいなって言って、1月1日に、あれ今日なんか夢何にも見なかったみたいに起きたりとかするもんね。できれば、起きた時に、スマホを置いてても。で、目が覚めた瞬間覚えてますから、パッと録音してどんな夢を見たってことを自分で喋っていただくと面白いですよ。霊団ってこれ嫌がるんですよ。まあ、要するに話し合いしたことを覚えててほしくないんです。三次元的には。潜在的に入れとかないと、頭で分かってると、頭って否定をしていくので、まさかそんなこと起きないだろうとかね、まさかそうだろうってなっちゃうので、実は頭で覚えてていいこと一個もないんですよ。なるほど。決めたことに関しては潜在的に覚えてて、頭はその三次元に起きてるいろんな情報が入ってきて邪魔をしてしまうから、まあ、失敗しやすいっていうのはあるんですね。けれども、まあ、1月2日の相談ごとに関して、この動画を見てる皆さんに関してですよ。僕は、録音をして、まあ、はるさんの動画もね、しょこさん、あやねさんの意見も聞いてると思うから、多分、一般の人よりはレベルが高いと思ってますので、ぜひ、よし、じゃあこういうふうに私たちは話し合いをしたから、絶対うまくいくんだっていう気持ちで動いてみるのも新しい、ね。もしも起きて覚えてなければ、もうそれでいいの？いや、覚えてます、大概は。もしも覚えてない人は救われないからちょっと。もしも覚えてない方は言ってきてください。その一人になりそうな気がするので、そうなの。覚えてないのいいね、あんまり。あんまり覚えてないよ。初夢で。いや、例えば目が覚めた時にうわーって目覚めるじゃない。その瞬間でブツッと切れてそういう世の中が始まるの。そんなことないでしょ？何かの延長線上で起きるでしょ？
全然全く覚えてないこととか。じゃあぜひ意識してみてくださいよ。どんな夢見たかをコメント書いてください。で見なかったっていう人は苦情って言ってください。それまさにじゃあちょっと救済考えます。それは。ぜひぜひ、もし。これが一つ初夢の話ね。初夢。三が日にやっとくことによって、一つじゃあ初夢っていうのもあるじゃないですか。はい。あともうこの3日間の間にやるべきことって実はもう一個あって、去年の放送でも話をしましたが、今年破壊と再生の冥王星が水亀座に入るわけです。それはいろんなものを崩して新しいものを作ってくださいっていうのが水亀座に入るわけですね。で、分かっていただきたいのは、この10年で持ってるもの、自分が愛着があるものを切り替えていくといいです。今年から逆に。新しく今年から持つ。なんか思い入れがあるものとかをあえてこう手放してなくして新しいもの。断捨離とは違います。思い入れの少ないものではなく、多い方がいい。はい。その方が新しい自分になっていくんです。というのは、そのもの自体に意識が残ってる。いろんな念がやっぱり念が残ってるので、それを今年2020年のスタートから持ってるというのは、足を引っ張られやすいです。世の中が変わっていこうとしてるのに、また戻されてしまう可能性があるし、スピードが遅くなる可能性があるので、もったいないではなくて、もうこれは逆に今までありがとう。今年からこういうものを持ちますよと。日常生活で使ってるバッグとか、服とか、そういうのはなるべく変えられる方が。お財布とか。はい、お財布とか。お財布最近持たない方も増えてるか。これ三が日の間にやった方がいいです。これはもうお焚き上げしに持っていくんですか？それとも、意識の中でもありがとうねっていうふうには、次じゃあなんか、置いておくと使っちゃう時があるから、もうなくした方がいいですね。分別した方がいいと思います。その方が新しい時代に乗りやすい。1日、2日、3日の中の3日間で、春さんが。3日目がいいです。3日目。初夢見た後に気持ちも新たに。そうかと。じゃあ、絶対皆さんいい夢見ますから。明日は。はい。この動画を見て皆さんは、僕が今いい夢見る今光線を送ってきて、ビー今出てます、ビー出てますからね。でそれをね、見ていただいて、明日はね、断捨離というか、今まで持ってた、その愛着のあるものを手放していこうっていう。これは手放す数は多い方がいいんですか？だいぶ多い方がいいです。もうそれぐらい時代が変わるってことをね、分かっていただくと。本当に分かって、備えるために。はい。まず物をなくしていくじゃないですか。そうすると考えが次なくされていくんですよ。無駄な考えってことですか？要は物がなくせないっていうことは物に執着してますよ。ってことは思い出とか、いろんな考えとか、自分では想像以上に今目の前で考えなきゃいけないスペースが過去の考えで支配されてるんですよ。人間の脳っていうのは。なるほど。それがなくなることによって考えるスペースが広くなります。そのスペースを広げてくださいっていう意味が一番大きい。なるほど。そっかそっか。どうしてもテーブルの上が散らかっちゃうので、どうしても散らかってるものも含めて大事にしてるじゃないですか。で、大事にしていて、それが今年もうまくいくのであれば2020年いいんですけども、20年は何度も言うように選挙が行われたりとか、世界が変わっていく時期になっていくんです。経済もね。また違う動画でお話をしますが、詳しくお話をしますけども、どんどん世の中が変わっていくので、まず自分自身が最初に変わるっていうことは、この三が日の中でやっていただきたい。これは、ほら、普通、こういうものって、大晦日までにしっかり大掃除をしていったりするときにやるものなのかと思ってたんですが。仏教の話ですね、それはね。三が日にやるのは、スピリチュアル的な観点から、三が日の方がいいよ。初めにやった方がいいですよね。だって去年は去年のものだから、去年のものに対して来年に持ち越さないでおきましょうね、ですよね。っていう、仏教的な考え方。もしくは、いや、今年になったから、変わったからこの空気の中で変えようっていう考え方もあります。変わったからこそ。そう、変わったからこそ変えやすい。っていうのが、僕は新しいというか、もっとより先進的だ、革新的、イノベーションしやすいと思います。でもなんか確かにそうだね。年またいで、またぐ前にやるのと、またいだ後に新しい年になって始めていくのってね。なんか、確かにそっちの方が。
スッ去年でと入ってくる。去年で全部終わらせて、うんじゃあ来年からこうしようねって思っても、うんジョアの鐘が鳴った瞬間になんかね、そうだね消えますよね。切り替わる感じがしち切りゃうもんね。替わって、去年決めたことも切り替わったよね。そんな気がする。やっぱりスタートの仕方の位置がどこかによって変わってくるので、大事だね。僕は三が日はとっても重要だと思うんですね。今日この1日はどんな感じでこう過ごしたらいいとかあるんですか1日は、まあ、こういうスピリチュアルの世界ではね、31日、いわゆる大晦日から元日と繋がってるんですよ。ずっと繋がった一日になってる人多いじゃないですか。確かに。結局寝ないで来てると思う。そういうのもあると思います。だから、2日から変えていく方がいいよっていう多分考え方じゃないかな。これは想像ですよ。そういうふうに言われたわけじゃないですけど、僕の感覚ではそんな感じにとってます。多分元日と大晦日って一個になってるんだと思います。言われてみたらそうだね。みんな起きてますもんね。そもそも。かなっていう気がしますね。じゃあ特別気をつけて何かっていうことではなくて、今日は。そうです。今日はまあ明日に向けてのまあなんていうのアクセルちょっと踏んでアイドリングしてる感じですね。でまず一番最初夢ですよ。夢。ね、その夢はしつこく言いますが、あなたの霊団とこの1年間364日、どんな風に過ごしていくかっていうね、ことです。だから自分の意見もちゃんと自分の中で考えててください。寝てる間にその意見を言えますからね。そういう一日でいいじゃないですか。夢を見る前に考えるっていうのは意識がある状態、起きている時に、起きてる時の状態から私はこういう風にしていきたいっていうことはまとめてた方がいいです。その方が話し合いは早く進みます。別になんか書いたり、声に出したり言う必要もないわけですね。ちゃんとその日の夜、2日の夜に話し合いができます。で、3日になったら、まあ、断捨離ではなくて、今まで自分が大事にしてきたものを逆に新しいものにバージョンアップする。ということが大事だね。なるほど。はい。一回このお別れしたものたちを再度新しく買うわけじゃないですか。その時はいつ頃買いに行った方がいいよとかあるんですか？三が日の本当は3日の日がいいです。うわ。じゃあ忙しいね、三が日ね。そうだね。忙しいですよ。じゃあ今日の間に予定立てた方がいいね。そうだね、いろいろ。初売り。初売りね。なるほど。初売り。そういう意味ですよ。すごく大事なんですよ。だから初売りってみんなその商売的に考えますけども、初売りとか初売りって初水と同じですよ。今年一番最初のエネルギーっていうことですから、やっぱり初売りとか初売りっていうのは大事ですよ。そういうただ縁起を担ぐだけじゃなくて、本当に意味があって続いていることなんですね。まさに今おっしゃったように演技っていうのはすごく大事で、こういうものを交代することによって新しいものとの縁ができますよね。つまり演技っていうのは自分が起こさない限り起きないわけですよ。確かに。だから演技良いって言うでしょ。縁を起こすだもんね。そう。縁起良いっていう言葉で分かるように皆さん開運するってことは、あくまで自分から縁を起こしていかないと開運しないっていうことですから、そのためには一つ自分が持ってる大事なものをありがとうございました今までと。でまた新しいご縁を招き入れることによって今までそれに守られてたものよりもバージョンアップしていく縁を作るってことが大事っていうことですよ。これが縁起良い。すごいね。帰ったらもう早速より分けだね。そうですね。はい。今年また楽しくね、みんなで過ごしていきたいと思いますのでね、私たちも世から戻って演技よくしてみたいと思いますので、皆さんもぜひ初夢からね、いい夢見ていきましょう。